はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はできるだけ安全に楽しいサンフランシスコ旅行を皆様に送っていただこうということの企画の動画でございます。最後までよろしくお願いいたします。ということで、まず1番目なんですけれども、これは死の角に立たないということになります。ご覧いただけますようにですね、サンフランシスコのダウンタウンはほとんどの道が一方通行になっております。で、この一方通行の交わった、交差点のところなんですけれども、車の衝突事故が起きますと必ずですね、死の角に向かって2台の車が進むわけなんです。で、こちらの交差点から言いますと、向こうから来た車とこちらから来た車が衝突した場合、あちらの角に進んでいきますので、あそこの角に立つ時には必ず交差点から離れた位置で立っていただきたいということです。で、こちらの角ですけれども、実際にサンフランシスコを訪れていた観光客のご夫婦の方の多分ご主人様の方だったかと思いますけれども、車にひかれて亡くなったという事件がございます。ですから必ずこの4つ角のうち一番危ない角というのがございますので、そこにはできるだけ立たない。で、立つ場合にはちょっと下がって後ろの方で信号をお待ちください。で、私は撮影用のカメラとか持ってますので、一応そういう防犯対策としてまず観光客ではありませんよっていうことを記すこの帽子をかぶっております。で、この帽子をかぶると地元の人っぽくなりますので、観光客目当ての人たちからは襲われないだろうということですね。それから、いつもこの笛をぶら下げているのをお気づきになったかと思いますけれども、犯罪者たちっていうのは結構ですね、気が弱くて、目立つことが嫌なんですね。ですから、こういうふうに何かあった時にすぐ笛を吹けるようにしてますっていうことを見せるだけでいいんです。この人は準備ができてるんだなっていうことで、最初から襲われないっていうのもありますので、目立つようなこういう銀色とかの方がいいですね。笛は黒い笛なんかはね、このジャケットと隠れて見えないですから、いかにもこうブラブラしてキラキラ光ってる方が、この人は笛が持っているから襲えないなというふうなことになってくるわけなんですね。ですから皆さんも日本でこういうの買ってくるといいですね。それから街を歩いてまして、なんか後ろに誰かがついてきているような感じがするという時に、後ろを向けない時はこういうふうに窓ガラスの反射を使って後ろを見たり、反対側の今度車の窓の反射を見たりして後ろを確認することができます。で、今はサンフランシスコのホームレスの方々や中毒者の方々の映像がたくさん出回っておりますけれども、ほとんどがテンダーロインという危ない地区で撮影されていますので、皆様はテンダーロインに入らなければ大丈夫ということで安心して観光していただいて結構です。で、サンフランシスコなんですけれども、基本的に丘の上に行けば行くほど家賃も高くなりまして治安も良くなりますので、もし間違ってなんかちょっと危ない地区に入ってしまったなと思うときは、できるだけ高いところへ移ってください。で、今この日光ホテルの横を歩いているんですけれども、皆様がですね、サンフランシスコで困ったな、何か日本語のサポートが欲しいなという時に、クレジットカードをお持ちであれば無料でサービスを受けられるワールドアシスタントサービスというところがございます。で、そちらに行きますと、例えば一人で旅行してゴールデンゲートブリッジ行きたいけれどもちょっと怖いなという時にアシストのガイドさんをつけてくれるサービスもございますので、行ってみたいと思います。こちらをですね、まっすぐ行っていただけますと、
はい、じゃあ今からこちらにお邪魔してみたいと思います。はい、失礼いたします。こんにちは。よろしくお願いします。はい、でこちらのクレジットカードですね。こちらのカードをお持ちのお客様はサービスを無料で受けられるということで、日本人の方が持ってらっしゃるクレジットカードはほとんどじゃないでしょうか。はい、で今キャンペーンをやってらっしゃるっていうことで、はい、どんなキャンペーンなんですか？はい、こちらのカードをお持ちの方は、こちらのですね、ガラガラっていうのを、これですね。はい、していただくと、今一等賞はこの布バッグですね。なるほど。布バッグとマイクロトートが当たります。可愛いですね。はい。2等は右側にありますエコバッグですね。なるほど。こちらも可愛いじゃないですか。で、参加賞としまして、ポストカードかお水、ペットボトルのお水か乱れのチョコレートが当たります。なるほど。空口なしです。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと奥見せていただいてよろしいですか？奥はですね、お茶とかコーヒー、紅茶、お飲み物ありますので、ラウンジをご利用していただいても大丈夫です。なるほど、可愛らしいですね。はい。で地球の歩き方とかもちゃんと置いてありますね。すごい、日本のテレビが。であるワインは何でしょう？うちはですね、人気の日本ナパで人気のワインも取り揃えておりまして、ご注文いただければ日本に直接郵送っていうことも可能ですし、お客様がお買い求めされたワインを、ここからも日本へ発送も受けたままっております。なるほど。オーパスワンとかも扱ってらっしゃるんですね。すごいですね。何でも手に入ります。そうですか。これまた便利なあれですね。サービスですね。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。失礼いたします。はい、ということで皆さんもこちらのサービスぜひご利用ください。集団万引きの映像なんかをご覧いただきますと、こんな風に私たちも襲われるんじゃないかなっていう風に不安になるかとは思いますけれども、実はですね、集団万引きは軽犯罪で、いろんな人に金を出せというふうに脅すと、これは強盗ということになりまして、全然罪の重さが違ってきます。軽犯罪と重罪ということになってきますので、なかなかですね、犯罪者たちも気が弱いので、金を出せっていうふうに寄ってくることはほとんどありません。ただアメリカですから、万が一のために捨て金といって5ドルぐらいポケットの中に準備して、金を出せと言われたらすぐ出せるようにしておいた方がいいということはございます。サンフランシスコではフランスやイタリアと違ってスリの話はあまり聞きませんが、念のため乗降口近くではスマホを使わないとか、できるだけ乗降口から離れた位置で乗ってください。こちら e バイクがずらーっと並んでますけれども、皆様ですね、こちらで自転車をレンタルされる機会もあるかと思いますけれども、カリフォルニア州では自転車は車扱いになりますので、歩道を通ってはいけないことになっています。必ず、道路の上、バイクレーンっていうのが今ありますので、そのレーンを使ってください。でそれから一方通行も逆行しないようにしてください。警察に捕まることもありますので、一方通行の方向も自転車であっても守ってください。それから e スクーターですね、こちらのスクーターなんですけれども、こちらは免許がないと乗れないことになっています。で18歳未満の方はヘルメットをかぶらないといけない。それから最高速度は15マイル、時速15マイルということですね。さらにこちらも歩道を通ってはいけないことになってますので気をつけてください。前回のビデオでもお伝えしましたように、サンフランシスコではできるだけレンタカーなどの車を使わずに公共の交通機関をご利用ください。やはり車など止めてしまいますと、車上荒らしなどに遭ってしまって
楽しい旅行が送れなくなりますし、車上荒らしの人たちに癖をつけさせないためにも、できるだけ公共の交通機関で市内を観光してください。で、サンフランシスコを歩いてますと、精神的に不安定な方々もいらっしゃいますから、向こう側からこう歩いてくることがあります。なんかくねくねしながら歩いてらっしゃるということで、ちょっと自分は自信がないなと思ったら、もう反対側の歩道に移ってください。はい、サンフランシスコ安全旅行の裏技の動画いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てるようでしたら、いいねのマークをクリックしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。さようなら。